これがファントムの収容所。もしかしてこの四角い箱全部にファントムが入ってるの？そうだよ。すごいでしょ。世界中から集められたファントムがぎっしりのモンスターハウスさ。収容所の入り口が閉められた。開かない。閉じ込められた。オルトの仕業ね。正解。どう？みんなダンジョン攻略を楽しんでる？さて、ここで第2の試練です。次の階層に降りるためにはこの収容所を通り抜けなければなりません。しかも収容所のドアを開けるためには専用の ID カードかパスワードが必要です。ちなみに君たちがステュークスのスタッフから渡された ID カードはとっくに特定して登録を抹消してあるよ。最初から裏技を使って楽々クリアしたら面白さが半減するでしょ。それは余計なお気遣いをどうもありがとう。というわけでこのステージで君たちがチャレンジするのは宝探しゲームだ。宝探しだって？ルールは単純。収容所から出られる ID カードを持ったファントムがケージのどれかに閉じ込められてる。それを見つけ出して ID カードを手に入れよう。そんな、こんなにたくさんのケージの中から一つを見つけろなんて無茶だ。そう言うと思った。じゃあ初級のステージってことでヒントをあげちゃいます。僕が今から指さすケージをよく覚えておいて。あれとそれとこれ、この3つのうちどれかに ID カードが入ってるよ。それでは諸君、健闘を祈る。ダメね。オルトの言う通り、署員にもらった ID カードはエラーが出て扉が開かない。まずいな。ケージの中のファントムたちが目覚め始めている。罠の可能性も高いけど、まずはオルトが示した3つのケージを順番に開けてみましょう。ああ、それしか道はなさそうだ。あのケージを開けるんですね。じゃあ僕が魔法で。ノン、獰猛なファントムが潜んでいるかもしれないからね。ここは私に任せてくれ。でも。おや、エペル君、私との約束を忘れてしまったかな？わかりました。ルークさんの指示に従います。あら、いつもと違ってずいぶんいい子なお返事ね。どんな約束をしたの？後で教えてちょうだい。ウィ、さあ姿を見せてもらうよ。ふっ。全力でかかってきなさい。オッケー。うん。こんなもんかな。集中して始めようか。大丈夫？エペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩。美しく待っておくれ。行くぜ。どうしてやろうかしら。つまらない人。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。エベル君、ID カードを探すのを手伝ってくれるかい？わかりました。ケージの鍵の部分だけが壊されてる。こんなに小さい的を正確に狙えるなんてすごいな。ID カードはルークさん、こっちにはなさそうです。私の方もそれらしいものは見つけられなかったよ。そう。じゃあ次に進むとしましょう。はい。
てやはあケージがなかなか開かない。怪物が入ってるから頑丈なんだろうけど。よーし、次こそてエペル、序盤からそんなに飛ばしていたら途中でガス欠になりかねないわよ。突っ走らずにもう少し効率的に。ビル、エペル君、話は後だ。ええ、うるさいファントムを黙らせましょう。俺に締められたいな。あるね、それな。はいはい、お助けするよ。油断はしないよ。グッグッ、怪我しないでよっと。次のは映えるよ。さあ見てなさい。いいよ、邪魔してやる。醜いわね。いいね。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。今のファントムは ID カードを持っていなかったようだ。わかった。他のケージを当たりましょう。エペル、あんたのやる気は買うわ。でもペース配分には細心の注意を払って、いざという時に魔力切れじゃ困るでしょ。温存しておくに越したことはない。もちろん私とビルにも同じことが言える。休める時は休ませてもらうとも。本命の獲物との対峙に備えて適宜休息を取るのも狩りをする上では大切だからね。狩りの話をした覚えはないけど、まあいいわ。とにかく前に出過ぎないこと。わかったわね。はい。さあ、鬼が出るか蛇が出るか、ケージを開けるわよ。エペル君、監督生君、私の後ろへ。僕、守ってもらわなくても平気です。いいかい、エペル君。誰かの後ろに身を隠すという行為は、守ってもらうことや、逃げるためだけのものじゃない。姿を隠し敵の不意をつくこともできるし、前衛が取りこぼした敵を仕留めることもできる。これは、誰かの後ろに陣取らなければ取れない戦術さ。前に出るだけが強さじゃないってことよ、リンゴちゃん。わかりました。じゃあ、後衛は僕に任せてください。よろしい。じゃあ、行くわよ。かじりつくなんて。オッケー、それな。はいはい、お助けするよ。隙ありなんてね。やりすぎない程度にね。ビシッと決めるよ。さあ見てなさい。大丈夫？醜いわね。行くぜ。邪魔してや、ほら終わりにしてみ。あれが獲物かい？あエペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩。ああ、高ぶってきた。もう十分でしょ。バイバイ。今、何か落ちた音がした。ID カードだわ。今のファントムが持っていたのね。3つのケージのうちの
どれか一つに ID カードが入ってる。オルト君のヒント、嘘じゃなかったんだ。トレビアン、信じる力が道を切り開くということだね。あいつらがただの親切でヒントをくれるはずがないわ。あいつらは私たちをチェスボードの上で転がして暇つぶしをしているだけ。暇つぶし？いいえ、違う。これはおそらくのんびり話している暇はなさそうね。ああ、まずはここから脱出しよう。なんとか無事に切り抜けられたわね。ケージの中で目覚めていたファントムはどれも小さな個体ばかりだった気がするよ。うん、あれくらいなら僕でも楽勝かな。油断しないで。ファントムは収容されている階層が深いほど厄介な個体が多いと聞いている。気を引き締めていきましょう。それにここに来て分かったことがある。この島全体のコントロールを掌握したあの兄弟でもファントムの凍結を一気に解除することはできないってことよ。確かに言われてみると、それができるならすでに勝負は決しているはず。ええ。昨日研究所の職員がファントムをタルタロスから搬出してテストする場面に出くわしたの。そのアナウンスの内容からしておそらく収容所内部には凍結を解除する設備がないんだと思う。1300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。現在該当ファントムのケージを凍結解除中。職員の安全に万全を期すためテスト終了まで館内の扉は全て施錠されます。館内を移動中の方は速やかに管轄エリアにお戻りください。例えるならタルタルスは巨大な冷凍庫。解凍できる電子レンジは冷凍庫の中にはないんだわ。そっか。じゃあ今は冷凍庫の電源を抜いて中身が自然解凍されるのを待ってる感じかな。ええ。つまりあいつらも今は動きたくても動けない状況なのよ。ゲームだなんだとふざけた言動でこちらを惑わしてくるけれど、その実私たちを足止めして時間稼ぎをしたいんじゃないかしら。要するにイデア君たちも余裕があるわけではないということだね。多分ね。それにしてもオルトの悪役らしい演技はなかなかね。世界のリセットなんかやめて役者になった方がいいと思わない？ヴィランをヴィランらしく演じられる子役は貴重よ。学園に戻ったら彼を映画研究会に誘ってみたらどうだいビル？それも悪くないかもしれない。さあ先を急ぎましょう。第二の試練はあっさり抜けられちゃった。最初とはいえ難易度の設定を低くしすぎたかな。大丈夫だよ。じきにタイタンズも覚醒する。一番厳重に凍結されている第12層に収容されてたのに随分と解けるのが早いね。さすがは原初のファントム。他の奴らとはレベルが違う。冥府のゲートの封印解除も順調だ。冥府は中へ入ることはたやすいけど、一度入ってしまえば内側から出ることはできない。一方通行で不可逆の扉。それを内側からこじ開ける。冥府の門をくぐった者は二度と地上には戻れない。それが起きて僕が冥府から戻ったらみんな驚くだろうな。楽しみだね。階段の奥から何か歩いてくる。あのサイズ、もしかしてグリム君？おーいいけないエベル君、グリム君じゃないよ。彼よりも体長が10センチほど低い。すごい勢いでこっちに走ってくる。
構えなさい。俺のかっこいいとこ拡散してね。足音は禁物さ。やましてやる。逃げ切れるとでも。オッケー。どうしてやろうかしら。手応え十分。時間の無駄ね。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。よく見たら全然グリム君じゃなかった。まったく軽率な行動は慎みなさいよ。収容所外でファントムに遭遇する回数が増えてきた。下のフロアの収容所内で怪盗が進んでいるようだね。グリム君どこにいるんだろう。ファントムに襲われてないといいけど。大丈夫。彼はあれでいて度胸もあるし賢い。きっとどこかに身を隠して難を逃れているさ。ツナ缶をフォークで叩いて音を出せばすぐに飛んできそうな気はするけどね。そういえばウィルさんはステュークス本部ではグリム君と一度も会わなかったって言ってましたよね。ええ、さっきあんたたちに話を聞くまでここに連れてこられていることすら知らなかった。おそらく監督生を襲ったことに関してブロッドによる影響を疑われていたんでしょう。明日の朝私たちと一緒に出所予定だったなら VDC 後のグリムの凶暴化とブロッドの因果関係は認められなかったのかもしれないわね。グリム君は魔獣だ。どんなに人慣れしていても獣は不意に野生に戻ることもある。制御しようとしてもできるものじゃない。生まれ持った本能だからね。でもそれは人間も同じこと。理性というのは脆く頼りない薄氷のようなものなのさ。だからね監督生君、グリム君が君を傷つけてしまったことは本人いや本獣にとっても本意ではなかった可能性が高い。だよね。だって監督生さんは学園の中で誰よりもグリム君と一緒にいたんだもん。二人で一人の生徒なんだから早く会えるといいね。時に監督生君、グリム君は爪のケアをしっかりしていたかい？体長50センチ前後の家猫でも爪のケアを怠れば伸びた爪が不意に人間を傷つけることもある。グリム君は体長70センチの魔獣。人間と共に暮らすならばより一層爪のケアは重要だよ。ネイルケアの重要性は獣だけでなく人間にも当てはまることね。ファッション目的ではなくただズボラで伸ばしっぱなしなのは論外。みっともないし何より不衛生だわ。指先が美しく整っているだけで清潔感と垢抜け度が段違いよ。あんたもしっかりケアなさい。私もビルと親しくなって最初に指摘されたのは指先のケアだったな。だってあんたの手ときたら弓のつるを引くときにできるタコをはじめとしてひび割れにささくれ、とにかく荒れ放題だったんだもの。普段は手袋をしているからあまり気にかけていなかったんだ。でも君はそんな私に見えないところこそ気を使うべきだと言ったよね。そういえば先輩たちの出会いってどんなだったんですか？オンボロ寮でその話をしてた時カローンが乱入してきて最後まで聞けなかったから気になってて。ああ、そういえばそんな話をしてたかしら。別に大した話じゃないわよ。そうじゃあ話すけど、ルークと私が初めて話したのは入学してから数ヶ月経った頃のこと。第一印象はいいとは言えなかった。あ、見て、次の収容所の扉が見えてきた。今話し始めたばっかじゃないですか。私の雑談より収容所を突破して冥府にたどり着くのが先決というか、期待してるところ悪いけど本当にたわいもない話よ。
それでもいいなら次の収容所を無事に抜けられたら話してあげるわ。